ソドです。今回はボルト最新話53話について考察していきます。最新話までのネタバレ含みますのでご注意ください。今回は今後のいろいろ出てきた伏線とか少し回収されたりとか、ナルトだけでとどまっている方は少しショッキングな部分もあります。あらかじめご了承ください。まずは前回のあらすじですが、52話ではバリオンモードをナルトが使い、大月一式を余命10分までに追い詰めたところで、ナルトの義手をつけていたカワキをチャクラのつながりで逆探知して、一式の前にカワキ出現で再びカーマがついてしまうというところで52話は終了。ここからが53話。なんだかんだで対面するカワキと一式は初。こいつが大月一式。また刻もうとしてるのか。今々しいくっそ危ないところだった。現時点で余命およそ5分ってところか。この俺がこんな奴らにここまで追い詰められるとはな。ナルトは必死にカワキを少しでも遠くへ逃げるように言います。カワキは言うことを聞いて遠くへ逃げようとしますが、カワキは捕まります。しかしサスケがリンネガンで入れ替わり救出。煙玉を渡して遠くへ逃げるようにしたり、ナルトとサスケで必死にカワキを守ろうとしています。小賢しいカワキとかなりの焦りを見せています。一式はもう余裕すらなくなります。追い詰められた一式はナルトを人質に取りました。聞いてるかカワキ、20秒以内出てこい。こいつの腹を蹴り破って殺す。大事なホカゲが死んでもいいならな。人間のような芸道を見せます。カワキの階層に入ります。次元から逃げ隠れる毎日。俺に忍者の修行をつけてくれねえか。カワキがナルトに言ったのを思い出します。よし、そんじゃあ今日からお前は俺の弟子だ。一式に踏まれているナルトは、いいんだカワキ、そのままじっとしてろ。カワキは7代目を見捨てることができず、一式の前に現れてしまいました。カワキは抵抗し、忍術を食らわせます。一式は父親のような感じで、何の真似だ、忍者にでもなったつもりか。カワキは、7代目に弟子入りしたんだ。あの人言ってたぜ。俺は筋がいいんだって。空っぽだったこの俺に生きる意味を教えてくれたんだ。7代目のいない世界なんて俺には何の意味もない。死んだ方がマシだってそう言ってんだよ。一式はカワキにカーマを刻みました。体はボロボロと崩れますが安堵な表情を見せます。しかしカワキにつけたはずのカーマはポロポロと剥がれ落ちていきます。あと何秒だ、お前がこの世にしがみついていられるのは。なあ大月さんよ。一式は極限に怒り狂います。一式はボロボロと崩れるのが止まりません。カワキは影分身をしていたのです。ボロボロ崩れて喋りもできない一式にカワキは何か言いたそうだな。単なる器ごときにまんまと出し抜かれて死んでいく。なんと言おうかこれがお前の現実なんだからよ。好きなだけ寝てろよクソったれ。大月一式はなんと敗北しました。大月桃式戦後のようにナルトとサスケは声を掛け合います。大丈夫か、お前の方こそボロボロじゃねえか。今回ばかりはサスケは心配しています。あの力何か重大なリスクでもあるんじゃないのか。いやなんつうかよ。はぐらかしています。安堵な雰囲気の中突如桃式に乗っ取られたボルトが不意をつきサスケのリンネガンを潰します。まさか本当にあの一式を倒すとはな。これでもう邪魔者はお前たちだけだ。ここで53話は終了しております。いや予想外とまたしても次回が気になる展開。また1ヶ月間長いですな。まずはナルトが世界を救う形でひとまず戦いは終わりました。一時はナルトが本気出しても負けてしまうのかと思いましたが、ナルトはホカゲとしての生き様とナルトが世代に託したつながり、カワキに寄り添い、カワキは7代目を裏切ることはできず、ナルトの得意忍術影分身で世界を救いました。カワキも一式にかなり煽って倒したのでスカッとしましたね。
で、これカワキがカーマつかないパターンだったんですよね。そうなるとカワキは必ずカーマがつくっていうのはもう分かってるので、誰のカーマなのか、いつカーマをつけられるのかが大事。そうなるとカワキ闇落ちが妥当なのかな。忍びの時代を終わらせるのも真に受ければ。以前にボルト闇落ち説を考察したのですが、その流れでいけば忍びの世のためにカワキは自らカーマを刻みに行ったことになる。ただ誰のカーマなのか、これも以前考察したのですが、アマドがカワキにカーマをつける説です。これに関しては動画見てほしいです。ただ青年カワキと少年カワキのカーマは模様が同じなところから一式用の器でもあるため、一式のカーマが可能性としては高い。今回で大月一式は灰になったが、10尾がまだ残っている。コードもまだそこにいることから、カーマがそこで再びつく可能性は高い。もしくはこの石板、まだ謎が多いし復活できる余地はある。一番の衝撃はやはりサスケのリンネガンが潰されてしまった。不意打ちとはいえ、サスケですら感知できなかったのかよ。この時代なので、潰されても忍術で復活とかありそうとか思いますが、個人的にはもうサスケのリンネガンは終了だと思います。オビトの時も普通にリンネガンを潰そうとして、潰したらリンネガンは消滅的な感じもありましたしね。柱間の治癒を持つマダラでも潰したものはなかなか直せないという印象もあります。ナルトもバリオンモードを使い死にはしませんが、おそらく力の代償でナルトは当分戦闘ができない体になると予測しています。この先やはりボルトなので、ボルトやカワキが主体になります。これでうまい具合にナルトとサスケはインフレ回収されます。そしてサラダにリンネガン移植説もこれで断たれます。これは妥当かなって思います。サラダはサラダなりの人道もあるので、桃式は頭がいいですね。カワキ、ナルト、サスケ。この中で戦闘で厄介なのが今はサスケ。サスケのリンネガンを潰すことで危機的回避。一式を倒すとはな。これでもう邪魔者はお前たちだけだ。やはり桃式と一式は共闘路線ではなかったですね。チャクラの実の争奪戦のようです。てかこの展開以前にもありました。カラのインナーボロとの戦いでボルトは桃式に乗っ取られています。あの時はボルトがこのボロにやられる危機的状況で桃式が乗っ取り、桃式がボロを倒しました。これは大月画がまだ 100% でないため、ボルトが死ぬと桃式自身も死ぬし、器が死んでしまうから桃式登場。この時もボルトが消耗しきっていて意識朦朧としている時に乗っ取ります。このことから正常時は桃式は乗っ取れない可能性もあります。ボルト自身チャクラもほとんどないため、サスケのリンネガンをまず潰したのでしょう。ボルトのチャクラは枯渇のため、ナルトたちはあまり危ない状況ではありません。またナルトのチャクラを吸い取ったら話は別ですが、ナルトはおそらくこの戦闘は傍観者でしょう。サスケもだいぶ痛がっているのでおそらく戦闘は難しい。カワキ vs ボル式が一番濃厚になってくる。どっちにしてもカーマがないと木の葉に戻れませんからね。ボル式はバテてボルトに戻り木の葉の里に帰ると思います。一番最悪なケースはサスケが立ち上がりボル式と戦うことになることです。ナルトの目の前でサスケがボルトを殺そうとするシーンは少し過激。ボルトはこの力に恐怖して二度と過ちを繰り返さないように里抜けしそうな感じもあります。謝って済む状況でもないし。それか目つぶしだけでなく本当にボルトを闇落ち路線で行くのであれば、このまま弱ったサスケをボル式が殺してしまうのかもしれません。そのためにリンで転生できない状況に。怖すぎる。ナルトは絶対死なない確信あるのでサスケが怖い。その他考察あればコメントで教えてください。コメントは全部読んでコメントはほぼ返してます。お気軽にお願いします。発売日決まりましたね。あとカラ編の予告動画や生き物係さんのオープニングも公開されているので概要欄に貼っときます。ご視聴ありがとうございました。